YH チャンネルありがとうございます。ということでございます。はい、勝手に僕も初めてなんか横で無言でこういうのが月が見えたんですけれども今回も山城先生に来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします先生。よろしくお願いします。早速なんかもうタイマーってくれとかいろいろ言っちゃったんですけど、なんかいろいろ教えていただきたいんですけど、何を教えていただけるかなと思うんですが、型を覚えてもらいたい。結構大事ですか？実はこの最初の月の威力もこの動きの質も見えにくくなってる速さとか全部型で養うんですよ。空手って何ですかっていうとシンプルに型のことなんですよ。例えば突き切りは型の中の動作を取り出してるんですよ。っていうことは空手イコール型なんですよ。あ、そうなんか本当にごめんなさい、素人やからなんか世界大会とかもあるじゃないですか。型は型、戦いは戦いってイメージだったんですけど、それはもう型がうまければ戦いも強いなる目的であれば強くないです。例えば人に見せるために、動きが素晴らしいと思わせたい型の練習をすればそうなります。でも、副次的に例えば喧嘩強くなるとか空手で戦えるとか格闘技で強くなるっていうのはその目的がないとなってるんですよ。だからどの目的で型をやるかでその人の求める強さが決まります。で私たちは相手を一撃で倒す力、また動きが割れにくい見えにくい動き、私みたいなどんくさい動きでも速く見える動きとかは全て型でした。だからもう型は基本練習、型の中から取り出した技であったり型の中で必要とされる筋力を鍛えるためのトレーニング、そういうものを、皆さんに教えています。ちっちゃい声でこれいいですか？すみません、一度型を見させていただいてもいいですか？わかりました。すみません、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。男子は今の型で戦いに関係してくるんですね。そうですね。打撃力もそうですし、動きの見えにくさも含めて、それを私たちはこの型で身につけます。例えばこうすれば分かるんですよ。でこれは分かるって言うんですよ。なので体から動くとバレちゃうんですよ。そう相手が来るっていうのは分かりますね。手からいくと分かりにくいんですよ。手で打つっていうよりか、手先から動いて他のところを動かさない。それをまず体に染み込ませる。それをするために立ち方っていうのがあります。今内野足という方はこういう特殊な膝を張って腰が回せない状態、横骨盤まっすぐで上半身と下半身がどっしりつかまってて、この状態なので腰を回さない、動かせるのは手と胸椎で、この手と胸椎が結果的に速さと重さ、軽くちょっと胸だけポン、手は触ってます。トンとこれだけでもすごい力が出ますよね。なんであんな力が入るんだ。腕力とか筋力は多少は使うんですよ、だけどそれが全てではない。本当に手をポンと動かしてだけでしか見えないと思うんですけど、そこに重心の移動、遠心力がある。ちょっと乗るとポンとこの手は伸びてないんですね。なんでやっぱいろいろ見てきたんですけど、全部の格闘技でやっぱ体重乗せるとか、あるじゃないですか。ここで入れるとかって、なんでここだけであんなパワーが出てる？重心がしっかりしてるか。これは体っていうのはバラバラに動いてるんですよ。例えば頭だったり、胸、腰、
膝、これを全部それぞれに重心というのがあるんですね。一つじゃないんですよ、重心。頭の頭蓋骨に重心、胸の上にある重心、全身の重心、膝の重心、全部バラバラなんですね。それを一気に動かそうとするとなかなか難しい。直線じゃなかったらそこはその預けるやりやすいですよね。だけど正面の相手にこう動きで複雑にやるためにはそれをきれいに引っ張ってトロッコのように後ろから押しちゃうとトロッコってぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。だけど前から引っ張れば全部ついてきますよね。最後にこれがガンとぶつかれば最初にトロッコの後ろからどんどんつながってぶつかる。結果的に全部に重心がぶつかるっていう体を作って手だけであんだけのパワーがと思ったらそういうことではないっていう。そうすると受ける相手は警戒しないですね。この手だけでパンチとかやったらやっぱ強いとは思わないですよね。そのやっぱ腰入って振りかぶるとかやったらパワーはあるように見えるんですけど、手だけで動いてるように見えないと意味がないんです。僕ら隠してるわけですね。戦うっていうことを見せない、せめぎを見せない、逆に見せないっていう練習するから見せ方が分かるんですよ。プレッシャーかけるとか相手に詰めるとか下がらすことができる、逆にそれをなさなければ相手は遠慮なくいけると思っちゃう、そういう状況をどうやって作るかっていうのは全部型に入ってる。前回突きを最初に受けさせてもらいましたけど、見た目が強そうに見えないっていうのはこういうところにつながってくるっていうか。そうですね、格闘技的には多分強くてがっちりしてて、絶対これ強いなって思った方がいいと思うんですよ。格闘技というか一見すると、そういう人がもしいたらきっと多分一人で行かないですよ。3、4人連れてって武器持っていけばいいと思う。その見た目がでかかったり強かったり。だけどこんな白髪のおじさんが普通にちょこちょこ歩いてたら一人でやれると思うじゃないですか。正直思わないですけど、なんかそのしっかり実物であったらこの分厚さ思わないですけれども、そのでかい人に比べたら思うかもしれないです。それが大事なんですよ、武術で。いかに相手に侮らせるか、ここで戦いが始まっちゃうんですよ。単なるシンプルな本当に内アンチという方、生産という方、8歳という方、空作、二世史ってあるので、私たちはメインの5つの方がいますね。そのメインの5つの方を順番に学んでいくと、もう本当にただ単に軽く動いただけで威力が出てくる。ちょっと軽くやってみて、ふわっと軽くいくと、ごめんなさい、声出て。これだけですよね。そんな威力はなさそう。なさそうや。俺オーバーみたいな感じ。いわゆる格闘技的な見方とはやっぱ違うじゃないですか。この足をダンって踏み込んで回転させて打つっていうような流れじゃないというか、その流れが見えないようになってるから、たったこれだけの動作で莫大なでも芸人泣かせの音を申し訳ないです。オーバーリアクションをしてっていう。そうだね。痛そうに見えへんのにめちゃくちゃ痛いっていう。内パンチ、教えていただけますか。はい、一緒にやってみましょう。よろしくよろしくお願いします。で最初つま先を揃えて、で足を交差させます。で、つま先だけはまず置いて、後ろの足のすねを前のふくらはぎに押し付けます。この状態で今、両足に体重がかかってます。で、この状態からかかとを下ろします。右足を重ねたところをかかとにして足を入れ替えます。で、片足から開いて、膝を張ります。で、足の体重は親指からかかとまでまっすぐのラインにかかるようにして、つま先が開かないように、できるだけ正面に平行になるようにします。そうすると、今の状態は横からのすごい強いです。絶対崩れない。すごっ。本当だ。で、膝がちょっと内側に入ると崩れます。膝を張って自分の腰をまっすぐ重心が立った状態で胸を押します。この状態が最強の状態です。骨格で全て支えます。この手が伸びてくれば、この手に威力があります。なので、半身で威力を出すってことができる。これ最初にやっています。で、これを移動しながら練習しています。で、今度反対側に移動しますが、頭の高さを変えないように、右を見て、この足で足を交差させて、入れ替えて、今最初にやったのは内反地という立ち方なんですけど、今度は正三という立ち方があって、内反地の立ち方は
この立ち方の状態で横に移動しました。今度はこれを前に移動しました。この状態でつま先正面にいますよね。前にこうする。で、後ろ足のつま先が正面を向いて、前足のつま先だけ内側にしかります。そしてこの時に注意して腰を入れないということです。腰を入れてしまうとグッと割る。そうするともう弱いんですね。弱い。だけど腰を気にせずみぞおちだけ前に出します。この状態は強いです。これは理由は簡単で、胸椎は足は胸椎から入ってます。だから足の筋肉を最大に生かしながら骨格で支えることです。これ腰が入っちゃうとさっきたわみが生まれるんで。そうです。そうすると打撃が伝わりにくくなっちゃう。さっきの半身の状態は強いんだけど正面向いた筋肉弱くなりましたっていうのはそういうことです。でもそれを生産出すというみぞおちを前に出す。この状態を作って拳を出すことで、この状態を骨格で支えた。かかとは強い骨だけの強さです。はい。それが前に移動できれば重さになる。要は前には動くことが難しいので、自分のつま先正面に向けて前に向けて後ろ足をその前にということこれが私たちがやってること。本当にシンプルにこうやってそれと見た目上はちょんとなんですけど、実は全身がちょっと動いてる。そうなんですね。そしたらその重さが全部、例えば私が80キロだったら80キロの重さが拳に乗るわけなんです。すごい動かれてる。でそこに拳の形であったり骨格の正しさを合わせると、強い動きになります。でもそれは全部肩の動作なんですよ。その肩に全部詰まってるって聞きましたけど、ほんまにぎゅうぎゅうに詰まってますね。パンパンっすね。ちょっと詰めてるだけじゃない、詰め合わせ本当に全部が関係してると。肩を練習すればそんだけ体の動きと相手の打撃も強くなるという。その原理を知れば知るほど先生の肩の動きを見ると力が宿っているというか働いているのがよく見えるようになる気がします。チーク運動の体重のその相手の入れ方とちょっとやっぱ違いますね。でも似てるなと思うのも一つあって、私たち波という考え方があるんです。例えば相手に押す力を前に体重をかけれるんじゃなくて、かけて戻してかけるんですよ。一旦戻す、戻してまた返すんですよ。触れて相手を捉えて、それを自分の地面に戻して、そこから力を出す。なんかちょっと動き似てるところがあるから、そういう動きもあります。型を通して学んでほしいことがあるんですけど、私はちゃんと自分の中を見切れる。自分の中を見切れるってことは、自分自身の能力、体力、骨格の不具合、そして心の乱れなどを型を通すことで見ることができる。それをまず知ってほしい。ただ単に殴る蹴りが強くなるだけの道具じゃないし、かといって精神論だけでやってるものじゃないんです。実際に自分の体と心が変わってきます。そこを型を通して見てくれればと思うので、沖縄の空手も含めて、型が空手イコール型なので、それを多くの方々が持っているので、そういうのも見ていただければなと思います。素晴らしいですね。いきなりすごいことができる人はいないんですよ。私もだから今、じゃあすごい月ですとか、すごい動きですねって言われたって43年やってるわけですよ。でも43年やっておけばここまで来れるんですよ。そういうなんか空手の方の凄さというか素晴らしさを一番ちょっと感じているのが僕だと思います。それを皆さんにこうやって体験していただいたことがすごい嬉しいです。いや、こちらこそ初めてお会いした時に、そのいいんですかね。初めてお会いした時に何かイベントで演舞なさってるところだったんですけど、2020年ですね。そうなんですか。そうなんです。その時に私が帰ろうとした時に一人だけサボって帰ろうとしたんですけども、呼ばれてたんですけど、そしたら走ってこられる方がいて先生だったんですね。で、先生、山下先生、私ファンです握手してくださいって感じで来てくれて、僕は実は演舞を見たんですよ。そうなんですね。全部見てて、僕が初めて世にデモンストレーションしたやつですね。演舞で。もう当然 YouTube もやってない時ですよね。そうです。もう本当にだから YouTube とかっていうのが全然名前も出てない。出てないですね。こんなすごい人いるんだと思って。この人これからすごい輝くし、今も輝いてるからもっともっといろんなところで多分活躍されるんだろうなと思ってて、お声かけもいただいて、こんなに丁寧に来られるなんてまさか思わなくて、
嬉しくて、あなたこれからすごく輝くと思う、活躍されると思うんで、僕はずっと応援してます、ありがとうございますって言って握手してお礼をした覚えがあるんですね。それからまさかお会いできると思って、すごい。そうですそこからの今日の手合わせにつながってるわけです。だからもう震えるでしょう。すごいね。その時も僕もすごい嬉しくて、当時のその時の弟子に、先生にこんなことを言ってもらったよってすごい自慢してたんです。そう。へえ、じゃあ感慨深いですね。その沖縄遠征は。じゃあずっと応援してたけど、まさか手合わせできるなんて思わないからそれは嬉しいですよね。最高だなと思って。光栄です。ありがとうございます。なんかその恋人が付き合ったみたいな話手合わせできるなんてみたいな武術家の中ではあの人と付き合えるなんてみたいなことですね。山城先生にはいろいろまた教えていただきたいんですが、はい、ぜひ続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。